こんばんちぐー、テリアモン女子です。早速だけど、みんなもう10月2日に発売されたデジモンストーリータイムストレンジャー楽しんでいらっしゃいますか？みんなの明るい声が聞こえてきますけれども、開発現場への潜入動画やセントラルタウンの散策動画でみんなにも見てもらった通り、開発者さんのとんでもない量の熱量やこだわりが詰め込められている作品となっていますので、まだプレイしてないよとか手元にあるんだけどまだ開けてないなみたいなお友達はぜひ今すぐやってほしいなっていうふうに思っております。がしかし僕はまだ実は9月下旬の世界線にいてな、発売になってないんだ。だからみんなが羨ましいよ。いやでも新しい PV とかも見ても高まってるから、もう発売されたらすぐやる所存でごじゃる。おっすおっすということで、今回はそんなこだわりポイントをもっともっと見ていきたいということで、こんな企画をスタッフさんが持ってきてくれました。題してみんなが気づいたデジモンストーリータイムストレンジャーのこだわりを紹介しよう。おいっす、みんな発売してるからこのテリアム女子研究室を見てるかどうかも怪しいというのにそれはそうだなっていう顔をスタッフの皆さんしてるけども、いやでもこんなに宣伝したにもかかわらず初めて見るという人もいるかもしれないので、デジモンストーリータイムストレンジャーについて改めて説明させていただきます。本作は時空と世界をまたぐストーリー、戦略的な単性バトル、そしてシリーズ最多である450体以上のデジモンの収集と育成を楽しめる王道の RPG 作品となっております。はい、何度聞いてもワクワクは止まらないし、どんどん早口は早くなるし、450体見つけられるかなっていう気持ちも世界観も高まります。世界観で期待感も高まりますけれども、ぜひテリアム女子研究室もタイストもプレイしていただけたらいいなというふうに思いますけれども、今回の企画はですね、 3D モデルやモーションといった技術的なこだわりではないんです。今回紹介するこだわりはですね、デジモンストーリータイムストレンジャーで描かれる現実世界やデジタルワールドの何気ない景色や盤面の中に仕込まれたさまざまな小ネタやオマージュたち、その一部をクイズ形式、その一部をクイズ形なんでクイズなんだクイズにする必要あったのか。でもなんかそうだ、デジモンエキスポでクイズやってくれっていう人もいたから、頑張れテリアモン、頑張れテリアモン女子、頑張れテリシュケ、わかった。はい、ということでクイズ形式で紹介していきたいと思います。ということで今日はスタッフさんと一緒にこだわりポイントの映像を見ながらクイズしていきたいと思います。テリアモン女子研究室、よろしくお願いします。いつもの人だ。はい。デジモンエキスポでさ、はい。インタビューとかされていたでしょ。はい。ファンの皆さんに。テリスケのぬいぐるみを抱いて回ってた方もいらしたので、なんかもうとんでもない熱量だなって思いながら、負けないようにこちらもちゃんとインタビューしました。三内さんですかって聞かれた？はい。聞かれたんだ。やべえ、有名人になってるじゃないか三内氏。どうなんだね。まだ慣れない。まだ慣れない。そのうちサインしてくださいって言われるかもしれないから3って書くといいよ。3を練習すればいいですか？漢数字にしようかな。今回特別にデジモンストーリータイムストレンジャーの開発者の皆さんに今回どんなこだわりを仕込んだかっていうのを事前にヒアリングしておりまして、ありがとうございます。1回じゃですね紹介しきれないほどの量のこだわりが集まってきて、改めて本当にすごい熱意が込められてたんだなって思いました。そんなにたくさんの熱量をいただいたんですか？そうなんです。本当何十個も全部紹介しようよ。したいですよ、したいですけど、とんでもない長さの動画になってしまうのでいいよ2、3時間見ようよ。でですね、今日は残念ながらちょっと開発者の方はご同席いただけなかったんですけども、なんで来ないんだね。発売直前ですから、すいません。そうまだ世界線がそうだ。今ね、もう一番大事な時期だからね。そうなんですよ。なのでちょっとご同席は叶わなかったんですけども、コメント自体は預かってきているので、それをベースに見ていきたいなというふうには思ってます。なのでまだちゃんとプレイできてないよって人も、もうクリアしたよっていう人も、このこだわりに気づけたかっていう観点で見ていただけると嬉しいなと思ってます。なるほど、見ていこう。今回の企画では膨大なこだわりの中から5つのこだわりを
先ほどテリスケもちょっと触れてたんですけど、2択のクイズ形式で紹介していきます。もう頑張るって決めたからやるよ。腹をくくったデジモンだ。そうです。このキリッとした顔見てくれ。キリリリリって顔してます。そうだね。でご褒美はあるのかね。ご褒美はないです。ないのかよ。はい、ないのにクイズにしなくたっていいじゃない。こだわりを普通に紹介したってあくまでもなんかその手前でどっちだろうっていうやり取りもしたいなと思って、はい、今回こういう形にさせていただきました。オッケー。はい。じゃあ早速始めていくよ。テリケン。それでは最初の映像です。はい。よっしゃ。はい。最初のこだわりポイントはですね、テリアモンかロップモンをパーティーメンバーに入れた状態でバトルに勝利するとあることが起きます。一体何が起きるでしょう。 A 耳でじゃんけんができる。 B 耳で指ハートをしている、作っている。これは簡単ですね。あれ、どっちもです。じゃんけんもできるし指ハートだってするってことだ。なるほど。スパイキングフィニッシュ。泣きだろ。A か B かで答えるのがクイズなんじゃないのかね。でもこれなんか前振りのところはさ、はい、いわゆる国民的アニメのうふふふっていうのにちょっと似てる感じはしたんだよな。なるほど。まあ B でしょ。指ハートじゃないですか。でもそんな作ってるスタッフさん30、40とかが多いかもしれないから指ハートまさか知らない可能性あるかい。指ハートは世代はあるかもしれないですね。 A にしましょう。確かに A でじゃんけんができる。耳でじゃんけんができる。でもいつもグーだったらいつも負けちゃう。じゃんけんにしよう。A のじゃんけんで。じゃんけんにする。はい、正解です。正解じゃった。どうしよう。すごい。実はじゃんけんができるんです。ちょっと映像見てみましょう。やっぱり30代40代だったか。超可愛い。信じがたいんだがこんなに可愛いのか。そうなんですよ。毎回違う。そうなんです。でもほら見ようによってはさ、真ん中が指ハートに見えなくもないんじゃないのかい。確かに2本ですからね。そうだよ。確かに。ということで見事正解です。おめでとうございます。当たってまった。ありがとうございます。はい。続いての問題映像を見てみましょう。こちらです。ビッグスマイリーボム。早い。みんな大好きビッグマメモンが自身の必殺技であるビッグスマイリーボマーを打つときにあるオマージュが仕込まれているのですが、一体何だと思いますかところで、 A 飛んでいくマメモンが泣いている。 B 稀にメタルマメモンが飛んでいくやつですね。めちゃくちゃ考えている。オマージュ。はい、もうこれはオマージュって言っちゃうんですけど、これ技の説明だけしておくと、ビッグマメモンのビッグスマイリーボマーは、マメモンを投げてこう、爆弾としてっていいのかな、爆弾としてマメモンを、攻撃技の一部として投げてボーンってなるっていう技なんですけど、スマイリーに対して泣いているっていうのが面白いと思ってるんじゃないのかい。そのギャップが。A にしましょう。A の飛んでいくマメモンが泣いているで。では正解の映像を見てみましょう。こちらです。お願いします。泣いてる。泣いてるんです。なので見事正解です。おめでとうございます。これはでですね、実はこのビッグスマイリーボマーで放たれるマメモンが泣いてるのは、デジタルモンスターカードゲームのビッグマメモンのカードで描かれたイラストのオマージュになってるんです。そのまんまだ。そうなんです。そのまんま泣いているっていうところなので、これデジタルモンスターカードゲームをやっていた人でビッグマメモンを使っていた人、あるいはこうなんかよく眺めていた人じゃないともしかしたら気づかないんじゃないかっていうところの、なんで泣いてんだろうって思ってる人が多いかもしれないけど、そうなんです。知ってる人はあの時のあれだっていうふうになる。そうなんですよ。これ過去のアニメでもゲームでもなく
デジタルモンスターカードゲームからのオマージュということで、いろんな作品や商品形態があるデジモンだからこそのクロスオーバーといいますか、それぞれをオマージュしながら作り込むっていうことができているのかもしれないなって思います。まあじゃあ今から製品版やらなきゃ。今すぐ出してくれ。まだ9月なので体験版しか遊べません。つらい。はい、そんな時間はないです。でも見事正解ということでおめでとうございます。やったー。続いての問題に行きたいと思うんですけど、続いては映像ではなく画像です。画像。はい。エレキモン。はい。こちらは加賀なずなさんとの動画でも話題として登場したみんな大好きエレキモンに関するとあるオマージュなんですけど、本来4足歩行だったのがアニメデジモンアドベンチャーで2足歩行になり、そこからゲームではずっと2足歩行なんですよ。でそのエレキモンをリスペクトして、ゲームの方でも実はずっと2足歩行だったっていう。そうなんです。みんな頑張って練習してたんだよきっと。あのエレキモンさんに合わせて他のエレキモンさん全員がなんかそれデジアド見てたのかもしれない。俺も立てるかもしれねえっつって練習しなくちゃっつって最初はドデドデ倒れてたけど立てるようになったのかもしれないね。でそれだけどなんだい。そんなエレキモンが、今作ではどうなっているかというところで A4 足歩行になっている、 B 片足立ちをしている。どういう問題なんだね。はい、でもなんか今のなんで前振り聞いてるともうほぼねほぼですね。4足歩行4足歩行準じている。じゃあ A の4足歩行という、一般的エレキモンになった。はい、では答えを見てみましょう。こちらです。わあ、はい、ということでまた見事正解ということでおめでとうございます。やった。可愛いけどねどっちも。そうなんですよ。4足歩行になって。今回エレキモンは物語上重要な役割を果たす個体もいるらしいので、これまでとは少し違う見せ方にこだわったのかもしれないですね。わあ楽しみだね。では続いての問題です。まずは映像をご覧ください。はい。お、これ水のエリアかい？そうです。はい。でアビスエリアの海中マップの一部に巨大なとあるデジモンが仕込まれているんですけれども、巨大なデジモン。はい。そのデジモンとは何でしょうというクイズですね。ほう。A がキングホエモン。はい。B がシェンウーモン。で問題文に入っちゃってるんですけど、デジモンクロスウォーズからの出演、ね、デジモンクロスウォーズっていう単語を聞いちまうと A だよねきっとね。お、鋭い。シェンウーモンはいろんなところで出てきてるよね。なんだっけ、死生獣。そうなんです。ああ、そう玄武の人。そうなんです。モチーフがね。それで言うとなんならシェンウーモン多分クロスウォーズ出てないはずなので、クロスウォーズって見た時点でキングホエモンになっちゃうんですけど、あ、じゃあもうこれキングホエモンじゃん。ということでちょっと見てみましょう。見てみよう。はい、こちらです。はい。今奥に見えている巨大な島が、島のようだけど下のところをよく見るとホエモンの体があって、あ、これキングホエモンだっていうことになるってことだね。そうなんです。これはちゃんと見ないと気づかない人も多かったんじゃないかい？これは本当にちゃんと見ないとですね。我々も実況動画を上げた時に新宿で2、30分さまよっていたんですけど、ずっとそう周りを見たくて、どんどんカットされたけどすごい早回しされてたんですけど、あれくらい見てかつデジモンクロスウォーズの時のキングホエモンだってならないと多分気づかない。確かに。ただでさこう育成とかもしなきゃいけないのに時間泥棒め。はい、ということで気づけば最後の問題に来てるんですけれども、わあ最後、なんだね。最後は今作のキーワードでもある8年という時間軸があると思うんですけれども、過去と現代を行ったり来たりすることで進んでいく物語のその本筋とは別でとあることを確認できるんですけれども、それは果たして何でしょうかということで。なんて抽象的な問題なんだ。ふんわりしすぎてないか。絶対言われると思いました。そうだよね。画像があるので見てください。こちらです。何にも伝わらない画像。8年間のさまざまな変化。はい。A、主人公たちの見た目が過去と現在で微妙に変わっている。B、特定のデジモンたち、パーティーに入れてるデジモンたちというよりはフ
フィールドにいるデジモンたちが進化したり関係性が発展している。進化したり勝手に進化しちゃうってこと？なのでこれ A は、ダン君カナンちゃんの見た目がよく見ると8年前と現在とでちょっと変わっているっていうところと、ちょっとシワが増えてるとかそういうことかね。実は衣装がちょっとみたいなやつスカか、ートの裾が伸びてるのかね。どっちが伸びてるのか8年後かな。はい、で、B はそれこそ例えばセントラルタウンにたくさんいたデジモンいたと思うんですけど、それが8年前と8年後で、そうなんです。例えば8年前セントラルタウンにいたどうしようかな、ゴマモンが8年後には一角門になってるとか、多分そういう変化っていう。そっちの方がいいから B がいいな。願望も込めて。そっちの方が高まる。じゃあちょっと正解の画像を見てみましょう。見てみよう。こちらです。見事これは正解ですね。ギルモン進化してる。そうなんです。こちらで映っているこれセントラルタウンからなんですけども、モノドラモンとギルモンがいる一角、これ多分体験版のクリア後でも訪れることができるセントラルタウンでも確認できるんですけど、モノドラモンとギルモンが8年前はこうなっているのが、8年後はそれぞれサイバードラモンと、メガログラウモンに進化しているっていう変化があったり、ここのモノドラモン、8年後だとサイバードラモンなんですけど、実はメインストーリーとは別で自分の物語を追っているっていうこともあるみたいなので、それはどこでプレイできるんだね。それはマップの中で見つけてもらうしかないです。セントラルタウン以外にも、いろんな他のマップにいたデジモンたちが8年前と現代で全く違う同じ個体というか、同じデジモンとしてそれぞれの物語を追っているっていうのが結構各地で。以上でクイズは終了になるんですけれども、いかがでしたですけど。これ全問正解したんじゃないか。全問正解です。おめでとうございます。そうだ、今回クイズがメインじゃなかったからこだわりをこだわり全部トークし当てれたとたいっていういうところではあったけれども、いやでもこんなに楽しみがあるとなると本当に寝る時間しか削るもんがないんだがどうしたらいいんだね。1周目2周目で主人公を変えて、2周目で隅々まで見るみたいな、まず1回ストーリーを走り切るとかでもいいかもしれないですし、ボイスが変わるっていう話でパン落ちさんもしてたから、1周目は相川義雄君にして、2回目が愛ちゃんにするっていうことをしたっていいんだ。そう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 。エキスポでもテリスケのステージ来ていただいた皆さん、相川義雄の話が出た時ってうなずいてた方々がいらしたのでみんなこの1年で僕の味方になってきているぞ。そうなんですよ。素晴らしい。ということで以上、みんなが気づいたデジモンストーリータイムストレンジャーのこだわりを紹介しようでした。テリアモン助手研究室。はい、ということでサオちゃんと一緒にお届けしてきましたけれども、いやもうタイストを早くやりたいっていう気持ちしかないよね。やりたいですね。この動画を見る頃にはもうやってるんでしょうね。いややってるよ。だからきっと3キロぐらい痩せてんじゃないのかな。わかんないけど良い子の皆さんはちゃんと睡眠もとってご飯も食べながらプレイしてください。でも逆に夜中にはいご飯食べちゃうかもしれないよ。夜通しやる。夜通しやるからさ。これ見ていただいてる方ももうクリアしてる方も本当に繰り返しになるんですけどいるかもしれないし、まさに今やってますっていう人もいるかもしれない。ぜひ本当にちょっと耳が開いたなと思ったら僕の動画も再生していただけたらいいなというふうに思います。最後にお知らせです。デジモンストーリータイムストレンジャーはプレイステーション5、Xbox シリーズ XS、Steam で発売中です。まだ買ってないよっていう人や今回のクイズを見てプレイしてみたいと思った人は今すぐ買ってほしいな。それでは今日はこれでお別れです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。みんなが気になった開発者の方のこだわりや散策でこんなもの見つけたよなどなど何でも教えてほしいです。そしてX 過去旧 Twitter でもハッシュタグハローテリラボをつけて感想やツッコミなどなど何でもポストしてみてね。ちなみにこのハッシュタグちゃんと僕もスタッフさんも確認しておりますので、ぜひなんて言うんだっけ、汚い意見をって言うんだっけ、それか僕が可愛かったっていう、ほら僕に合ってる人もいるわけでしょ。そうですね。やばいよねあれ。ということで X の投稿も動画へのコメントもいつもしてくれてみんな本当にありがとうございます。これからも頑張って投稿してください。つうことで
そうだね、今日はこの言葉でお別れしたいと思います。ビッグスマイリーボマー、バイバイ。みんな寝るんだよ。でもプレイもするんだよ。